原神心理学白術編。こんにちは、コバトーンです。リクエストを大量にいただいていた白術について性格分析をしていこうと思います。特に多かった意見として、彼の行動原理がわからない、結局何をしたかったのかつかみきれないといったものが多かったです。なのでそのあたりもわかるように解説していきましょう。なお、今回の話は白術の伝説任務健康の章のネタバレを含みます。ちなみに健康というのは薬売りって意味らしい。まだプレイしていない人はぜひプレイしてから視聴することをお勧めします。では早速行ってみましょう。白術の物語。まずは白術がどんな人物かストーリーを見ていきましょう。白術の伝説任務は実装が結構前なのでうろ覚えな方もいると思います。ざっくりとストーリーを追ってみましょう。ある日、父母黒をアコという少年が訪れてきます。アコは警察層に住む少年。母は薬を取りに行ったまま数日戻ってきておらず、その間に一緒に住む父の病状が悪くなったため、白術を訪ねてリユーへまで来たのでした。ところが道中で父ははぐれてしまい、行方不明になってしまいます。なので父母黒に来たものの困り果ててしまっていたんですね。そこへ父母黒の主人白術と旅人が現れます。一行はひとまずアコの父親探しへと向かうのでした。幸運にもアコの父親は比較的すぐ見つかります。朦朧とした状態でふらふらと崖に近寄っていたところをフータオが助けてくれたんですね。アコの父親の名はカリョウ。自分や息子の名前すらあやふやになっているような危険な状態にありました。なのですぐに父母黒へ連れて行こうとしますが、フータオが待ったをかけます。カリョウからは魔人の残滓を感じる。しかも暴走寸前の危険度だ。白術にはそれがわからないわけじゃないよねと。あまりに危険なのできちんと対処すべきという姿勢のフータオに対し、自分には魔人の残滓を抑える方法があるから任せてくれないだろうかと白術は答えるのでした。どうやらフータオと白術は人助けや生老病死に関して持っている哲学が違うようで、2人の間には少なからず壁があるようですね。ひとまずここにいてもどうにもならないので、一行は父母黒へと向かいます。カリョウを診察した白術は、施術をすぐに行うから部屋から出ていてほしいと皆に伝えました。それに従い外に出た旅人とパイモン。待っている間フータオと話をします。実は白術の師匠はフータオのおじいちゃんの弟にあたる人物だったんです。つまりもともと王城堂の人間だったんですね。その昔、王城堂は魔人の怨嗟を処理するために設立されました。その後長い時を経る中で怨嗟に対応する技術は失われていきましたが、残滓を見分ける方法は形を変えて残っているようです。だからフータオはその残滓を嗅ぎつけてカリョウの元に現れたんですね。王城堂は人の生老病死に関するサポートをし、魔人の残滓などにも対処して治療のような人助けをすることから、大きな視点で見れば医者とやっていることは変わりません。なので白術の師匠が医者の道を志すことは不自然なことではなかったんです。しかしフータオのおじいちゃんは白術の師匠と大喧嘩をしてしまい、死ぬまで仲直りしなかったそう。その理由は治療法にありました。フータオのおじいちゃん兄弟は珍玉の谷を旅している時にある薬師に出会います。その人物から感銘を受けた白術の師匠は医者の道を志すのでした。しかし彼の体からはとんでもない病の気が放たれており、どう考えてもまともな方法ではなさそうであることにフータオのおじいちゃんは気がついていたんですね。その手術方法自体は門外不出なのでよく分かっていないそうなんですが、それがきっかけで2人は道を分かつことになってしまったというわけです。そのため直接関係があるわけではないですが、フータオと白術もお互いを警戒しているような状態にあります。とはいえフータオもしっかり芯のある考え方を持ちつつも、相手の考え方を柔軟に受け入れる姿勢は備えているので、どちらかというと彼女の性格に起因するプロレスのようなものだと思いますけどね。さて場面は移ってアコの父親の施術が終わります。意識はかなりはっきりとしており、会話もちゃんとすることができるようになっていました。しかし白術は少し急いだ様子で説明を終えるとすぐに外へ出て行ってしまいます。何やら気配を感じた旅人とパイモンは白術についていき、そこで彼の秘密を知ることになりました。白術の治療法とは、調整の力を借りて自分の生気を分け与えることで症状を緩和する方法だったんですね。なので施術を行った直後の白術は少し体調が悪そうになっており、咳き込む様子が見られます。その様子をアコの家族やフータオに見られたくなくて外へ身を隠していたわけです。さて治療によってカリョウの症状は魔人の残滓を薬にして投与していたことが原因だと分かりました。しかも一朝一夕のことではありません。かなり長期間にわたって投与し続けられていた形跡があったんです。実に奇妙ですよね。なので事情を知った旅人と共にカリョウが住む家を訪ねて原因を探ろうとします。なおカリョウの妻はコーリという女性で白術の姉弟子にあたります。
なので魔人の残滓を使った薬を作るなんて高度な芸当ができるとしたら彼女くらいなもの。ところが家を訪ねてみても氷は見つからず、薬に使ったであろう魔人の残滓だけが見つかりました。調査を続けようとしますが、再び家領の調子が悪化。一行はきびすを返して父母黒へ戻ります。再び先ほどと同じような治療を施して家領の症状は収まりました。一方、白術はさらに体調が悪くなっている様子ですが、またそれを隠しながら行動します。とはいえ今回の治療でさらに分かったこともあります。どうやら彼はもともと心臓に病を患っており、その症状を抑えるために魔人の残滓の薬による効果を利用していたようなのです。家領はその方法を取らなければ心臓の病で何年も前に死んでいたはず。なので氷が夫を延命させるために薬を調合していたんじゃないかと予想できました。しかし魔人の残滓は並の人間が耐えられるようなものではありません。優れた薬師である氷とて長期間触れ続ければ命を落としてしまうでしょう。そんな予想を話し合っていると聞き耳を立てていた家領が入ってきます。道案内をするから自分も妻を助けに行かせてくれと。体調が悪そうな家領ですが、白術は確認の上で彼の意思を尊重し、氷を探す旅へと向かいます。そして家領のおぼろげな記憶や魔人の残滓が本体と共鳴する効果を利用して一行は氷を発見するのでした。氷が倒れているところには巨大な残滓があります。氷を助けるためにはこの残滓を除去しなくてはなりません。しかしこれを除去すると魔人の残滓を利用している薬も効果を失います。つまり家領は心臓の病で亡くなってしまうのです。そこで白術は家領へと選択を委ねます。そう。ここの魔人の残滓を取り除いたら、あなたの命も尽きてしまいます。やっぱり、そうなるのか。ちょっと待てって。オイラたちがここまで苦労してきたのは、家領の病気を治すためだろ。そんな。白術、お前って物知りだし、きっと他にも方法があるんじゃないか。この毒を飲み続けることで、もう少し時間を稼ぐのも一つの方法です。姉弟子の方は、他に手がないか考えましょう。氷のこの様子だと、おそらく気絶するまでずっと、あんたのために薬を作ってたんだろう。もしかしたら、彼女もそれを望んでるかもしれない。白先生、正直に言ってくれ。氷は、あとどれくらい持つんだ？魔人の残滓は、すでに配布に侵入しています。通常なら、長くても3日くらいでしょう。ですが、もし私が秘宝を使って治療すれば。でも、それに何の意味がある？白先生、ここに来る前に、俺は魔人の残滓の危険性について、人から聞いた。こんなもので命をつないでいる限り、氷は危険を顧みず、俺のために薬を作り続ける。それに、もしいつか魔人の残滓が暴走したら、周りに影響を及ぼし、氷とアコまで傷つけてしまうかもしれない。どうせ俺は、十数年も前に死ぬはずの人間だったんだ。今日まで生きることができたのも、アコが大きくなるのを見届けることができたのも、まさにガンオーテイ君のご加護のおかげさ。もし、引き換えに氷の命が助かるなら、俺は、カリオ。やはり去るべき時にこの世を去らなければ、人はどんどん欲が出てきてしまうものなんだな。白先生、旅人、もう少し時間をくれないか。氷を、もう少し見ていたいんだ。一目だけでいいから。わかりました。ありがとう。すまない。みんなの恩には来世で報いることになりそうだ。カリオ。白術、調整。本当に、お前らでもどうしようもないのか？一般的な手段は、もうすでに姉弟子がここ数年で全て試しているでしょう。他の方法は、私にもあまり自信がありません。生老病死。
そもそもそれは人間にとって逃れられない宿命だ。もし命を簡単に救う方法があれば、氷も人でない者に助けを求める必要なんてなかっただろう。そんな。氷が苦労してカリオを救ったのに、今度はカリオが氷を救うために自分を犠牲にするなんて。こんなの一体何の意味があるんだよ。やっぱり生理死別にはなれませんね。何度見届けたとしても。人間にはいずれ別れが訪れる。価値のある死を選んだのなら、それはいい結末なんじゃないか。少なくとも、あんたの師匠たちもそう思ってた。師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし、価値のある死を選んだ人たちは、往々にして行くべきではなかった命です。あの時、俺たちは約束したよな。アコが大きくなって、薬を取るのを手伝えるようになったら、俺をあの世に旅立たせるって。ほら、今あの子は、俺をリーウェコーの医者のところまで連れて行けるほど大きく育った。お前を探すために、依頼も出してくれたんだ。たとえ俺がいなくなっても、お前たち二人は、元気にやっていけるよな。もう十分だ。どうか、あの世へ送ってくれ。ええ。あなたの意識も記憶も侵食されていく。最後には死んでいるのと変わらなくなる。使ってくれ。そうすれば少なくとも俺はお前たちを守り、アコが大きくなるのを見届けることができる。大丈夫、心配しないで。母さんは今から薬を取りに行ってくる。私たち家族は誰一人として欠けさせないから。こんな時に、なんでこんなことを思い出すんだろうな。人っていうのは、長く生きれば生きるほど欲張りになってしまうみたいだ。もう一度お前の声が聞きたいな。よう、カリオ、カリオ、父さん、目が覚めた？コーリー、アコ、俺はもう、これは生き返った気分はどうだ？もし気分が悪かったり違和感があったりしましたら詳しく話してください。白先生、俺は確かに確かにあなたは一度死にました。今のあなたは人間というよりキョンシーに近い存在です。キョンシー？そう。出発する前に不死の薬を用意するようナナに頼んでおいたのです。あなたの体を生と死の狭間で維持させるためにね。ただ、本物の戦火の術にはまだまだ及びません。あなたの寿命を少し伸ばせる程度でしょう。それが具体的に何日
何ヶ月、何年なのかは、これを機に私も少し観察してみたいと思います。でも、それがどれくらいであろうと、あなたがちゃんと別れを告げて安心して旅立つには十分だと思います。夫婦同士はこれに納得していただけるでしょうか。不死の薬って、あなた、一体裏でどんだけ研究したの？こんなものまで作れるなんて。名ばかりの未完成品に過ぎません。もしカリオさんの意志が強くなければ、薬もあまり効かなかったはずです。私はあくまで一介の医者。精子の循環や陰陽平衡といった道理を私は理解していません。私が知っているのは、目の前に救われるべき命が存在する以上、それを救わない理由はないということだけです。それに、私たちが出発する前にカリオさんに道案内をするよう頼んだのは、他でもなく、夫婦同士本人ではありませんか？やっぱりバレてたんだ。夫婦同士がわざわざ手配してくれていなければ、そう簡単に姉弟子は見つけられなかったでしょう。道理で不死の薬の話をあの時してなかったわけだ。あんな状況だっていうのに、それでも私を警戒してたなんて。夫婦同士に勝手なことを言わないよう口止めされてたんだが、やはり白先生には隠し通せなかったか。私の鼻を舐めるなよ。私はただ、行方不明になった家族のことをずっと気にかけてる家領を見て、その心残りを晴らし、早く旅立てるよう手助けしてあげたかったんだよね。もし未練があって旅立てなかったら、手を差し伸べて彼岸へと送ってあげる必要があるからさ。けど、まさかその商売を父袋に邪魔されるなんてね。まあいいや。この注文は延期になったってことで。はあ、ナナちゃんだけでも頭を悩ませてたのに、もう一人増えるとは。こんなことになるなら、最初から彼を王女堂に連れて行ってればよかった。僕、白先生や母さんよりもすごい薬師になって、父さんの病気を治してみせるよ。だからお姉さん、もう父さんのことはほっといて。おやおや、王女堂の商売を邪魔しようとする人は大勢いるんだよ。雲来の海が2つあっても入りきらないほどにね。だから、あなたもぜひ、頑張ってみてちょうだい。旅人、パイモン。そんじゃまた今度ね。やっと、いなくなった。はい、いい話でしたね。その後、白術は久々に会った姉弟子、そして旅人と会話することになり、そこで長生の能力が明らかになります。今回の重要パートなので、通しで見てみましょう。白術、本当のことを教えて。あなた、自分で毒を試したの？だから長く隠し通せないって言っただろ。長生との契約で転移できるのは正規だけではないのね。やはり郡さんには見抜かれてしまいましたか。その通りです。長生の秘宝は正規だけでなく毒素や病も転移させることができます。2回目の治療でカリオさんから自分に一部の毒素を転移させました。これは彼の負担を軽くするためでもありますし、その毒性を深く研究するためでもあります。もちろん残っていた毒は全て魔人の残滓と共に消えていますので、郡さんが心配する必要はありません。危険すぎる。もしあの時魔人の残滓を取り除けていなかったら、あなたの体も私にそれをとやかく言う資格はないか。当時私が指紋を離れて姿を消したのは、カリオを治療するために余命わずかな師匠の寿命をこれ以上削らせたくなかったからなの。けどまさか最終的には私も同じように自分の命と引き換えにカリオを救う道を選んで危険を冒して毒を作るなんてね。しかも
あなたは自分で毒を試すときた。どいつもこいつも師匠たちと同じ道を歩んでるってわけね。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で、生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。白術、私にはお見通しよ。ここ数年であなたは契約を使って自分の体にたくさんの病と毒を転移させてきたでしょ。その中の多くは私でもよくわからないものだわ。あなたまだ引き返せるわけ？氷さん、あなたは分かっているはずです。私たち一脈は皆こういう性格なのだと。母さん、ご飯の時間だよ。お姉さんがたくさん料理を教えてくれたんだ。父さんでも味がわかるって。母さんも食べてみてよ。ええ、わかった。今行くから。ちょっと、あまり早く走らないの。白術、あなたを説得できないのはわかってる。けど、忘れないで。もしあなたがいなくなったら、ナナもケイも、あなたの親しい友人たちはみんな、あなたのために悲しむのよ。そう心配しないでください。私にもそれくらい分かっていますから。はあ、だといいけど。白術、さっき氷があなたがいなくなったらって言ってたけど、あれってどういう意味なんだ？お前大丈夫なんだよな？彼らの師匠を含めて、私の歴代の契約者は、みんな短命で一生を終えている。そんな、長生、お前って人の寿命を伸ばせるんじゃなかったのかよ。これはとても長い話になります。かつて疫病が流行りしとき、世の苦しみを根絶せんと一人のクス氏が誓いを立てた。だがたかが人に人心と優れた医術があろうと天才にはかなわない。医者となって数年、親しい者たちも病に倒れ死に瀕した。新緑の谷の奥には100病を治せる薬君が住むと伝えられている。クス氏は一人山を訪れると、そこで力を使い果たし息も絶え絶えの白蛇を見つけた。契約を結んで私と共生すれば、人を救う秘法を伝授しよう。だが忘れるな。それはやがて、あんたを蝕む。クス氏は人を超える力で生死を逆転させ、奇跡を起こした。だが、別れの時はまた訪れる。ただし、世を去ったのは、正気を使い果たしたクス氏であった。事切れる前、クス氏は最後の患者であった愛弟子に契約を引き継いだ。その弟子は己の命を使い、より多くの命を救わんと決意し、一人また一人と代々が同じ道を歩んだ。契約を継いで以来、歴代の師が選んだ道と、これから自分が歩む道を疑ったことは一度もない。この方法で弟子の夫を救おうとした時まで。これは仁をのみて勝をとどむ邪法、自然の摂理に背く毒術だと。大切な人を救うために
もう一人の大切な人を犠牲にしたくないと哀願された。その時初めて気づいたのだ。死が去った時に感じた痛みと、病床の前にいる家族の痛みに違いはない。契約により散った命も救われるべきだったのではと。この契約は薬なのか毒なのか、その答えを見つける時間がわしには残されてない。この難問は長生と共にお前に託す。お前がこれを解く違法を見つけられることを願おう。何度も何度も、いくら念を押し、彼らの体を整えても、この結末は変えられなかった。あんたはどうだ？答えは見つけたか？もし私が契約をしなければ、あなたはどうします？そうだね。残された時間で薬訓山に戻り、ゆっくり寝よう。そして、旧友とあんたの師匠たちに会いに行くさ。では考えるまでもありません。救われるべき命を私が救えるのなら、手を差し伸べない理由などないでしょう。また同じ答えを。まあいい。目を閉じなさい。この契約は、あとどれだけの人に受け継がれるのか。いいえ、私が最後の契約者になります。契約を継ぐ条件には気質も含まれてる。歴代の契約者は誰もが至順な気質を持ってた。しかし、この秘宝を得た者が善人であればあるほど、常人よりも生死に逆らう奇跡に惹かれやすい。自分に待ち受ける運命を彼らは誰よりも分かっている。それなのに、あまたの人々の悲鳴、それから血縁者や親友の生老病死を前にしたとき、彼らは人間離れした力を行使してしまいます。まるで飛んで火に入ろうとする蛾のように、一切皆苦の長い夜に生死を超越する希望を追い求めてしまうのです。それじゃあ、白術、お前も。私は、そうですね。光を追い求めつつも、やけどはしたくない蛾とでも言いましょうか。長生の秘宝は、あくまで病を転移させるだけ。世の苦しみを減らすことはできません。まさに、カリオさんがコーリさんの危篤状態に慌て、コーリさんがカリオさんの犠牲を悲しんでいたのと同じようにです。理想のため命を捧げた師匠たちのことは尊敬しています。ですが、私は彼らと同じになるつもりはありませんし、この契約を後代に受け継ぐことも望んでいません。でも、お前は自分に病気をたくさん転移させてきたんだろう？毒とは何でしょうか。病とは何でしょう。そもそも、どれも体に影響を与える一種の仕組みではありませんか。平常と異なる状態が病と呼ばれるのなら、不死の薬も一種の毒ではないでしょうか。百毒と百病をすべて研究し尽くし、不死の境地に至る。一般人から見れば、それは自然の摂理に背くことかもしれません。ただ、私にとって、これは先人たちが百草を舐め、百病を克服したのとあまり変わりがないように思います。私の後に続く人たちが契約により短命で終わることも、長生が契約を失って亡くなることも望みません。なら、答えは一つしか残っていないのではありませんか。その通り。私は最後の契約者になり、この契約の継承をここで終わらせるつもりです。真の不死は、かつて魔人たちでさえも手に入らなかった。人を救い、自分を救って、天津さえこの私までも救おうとするとは。
本当に欲張りだ。欲がないものは果たして人間なんでしょうか。ろうそくの火を恐れながらも光に憧れる。こんな利己主義の側は月へ飛んでいくしかありませんね。はい、ここも本当にいい話でしたね。では、白術の性格を分析していきましょう。白術のビッグ5。早速、白術の性格を分析していきます。分析に使用するのはいつもと同じくビッグ5。科学的な性格分析では最も使われている手法の一つです。詳しく知りたい方はこちらの動画で解説しているので、よければどうぞ。また、うちのチャンネルの他の動画もそれぞれ違う角度から説明しているので、合わせて何本か見ていただけるとより解像度が上がると思います。では早速、白術の分析結果をお見せしましょう。はい、このようになりました。項目を一つずつ見ていきましょう。まず神経症傾向。メンタルの繊細さを表す指標です。数字が高いと周りの出来事に影響されて気分が浮き沈みしやすくなったり、数値が低いと影響を受けにくいというようなメンタルになります。白術はかなり低めの数値ですね。これは結構印象通りなのではないでしょうか。様々な出来事に対しても取り乱すことはないですし、イライラする様子も見られません。メンタルはかなり安定している感じはしますよね。また、長生に病気を転移させてもらっている状態はかなり苦しいはずです。人間は体調が悪くなるとメンタルがそれに引っ張られて荒れてしまう傾向にあります。なので本来であれば不調を抱えた状態の白術はもっとイライラしやすくなったりしていいはずなんですよね。それすら見られないということは相当メンタルが強いと予想できます。続いて外交性。人付き合いを好んだり賑やかな場所を好む性質のことです。またポジティブな感情を含みます。白術に関しては比較的低めですね。うるさい環境を好まず、一人で淡々と考え事をするのを好みます。医者として最低限のコミュニケーション能力を備えていますが、積極的に他人におせっかいを焼きに行くようなタイプではありません。総じて内向的と言えるでしょう。次に誠実性です。辛いことでもコツコツと続けられる性質を指します。これに関しては文句なく満点ですよね。他人の病を自らの体に受け入れるなんてどう考えても苦しすぎます。それすらちゃんと耐えて、あまつさえ冷静に分析し、きちんと対処しているのですから、誠実性は高いと言わざるを得ないでしょう。納得の結果。次が調和性。他人への親切さを表す指標です。これに関しては高くもなく低くもなくといったところ。調和性が高いとカーベやアンバーみたいに人懐っこくて他人に優しいイメージになります。逆に低いと召使いやドット霊のように交渉ごとに長ける素養を持ちます。白術は医者として他人を助けるという性質を強く備えているのと同時に適度なドライさも持っていますよね。家領に対しても自分の優しさや哲学を押し付けて勝手に進めるのではなく、きちんと相手を尊重してやり取りをしています。かといって相手の流れに 100% 乗ってしまうような口下手な印象はありません。むしろ旅人や風太などとのやり取りでは言葉巧みに立ち回って自分の隠したい情報は隠して見せたいところは見せるといった方法をとっています。温かさと冷静さを両方持ったキャラクターと言えるんじゃないでしょうか。なので結果的に日本人平均程度に収まっていますね。最後に開放性。知的好奇心の強さを示す指標ですね。これもめちゃくちゃ高いことがわかると思います。開放性が低いと既存のルールに従っていることに安心感を覚える性質が強くなります。逆に高いとルールに縛られずに挑戦なことをして新しい知識を得ようとする性質が強くなるんです。白術はまさにこの立ち位置のキャラクターですよね。今まで誰も成したことのないような不老不死というゴールを目指していて、しかもそのためには自分が病気を患うことや長生のような人外の存在と契約することすら厭いません。めちゃくちゃ開放性が高いタイプなんだと言えるでしょう。満点じゃない理由としては、開放性には芸術に対する興味や感性なども含まれるため、その数値が判定しかねたので平均程度で採点してあるからです。はい、大まかに白術について分かったんじゃないでしょうか。続いて危険な性格特性であるダークトライアドも見ていきましょう。白術のダークトライアド。ダークトライアドとは3つ揃っていると危険な人格特性のこと。1つずつはとても素晴らしい性格であることもあります。しかし3つ揃っていると十中八九危険な性格に仕上がってしまうので、危険な3要素ということでダークトライアドと呼ばれています。白術のダークトライアドを分析するとこのようになりました。これも1つずつ見ていきましょう。まずサイコパシー。他人に共感する性質の低さを表す指標です。白術に関しては平均よりほんの少し高いくらいになりました。
白術は何を考えているのかわからないような立ち振る舞いが多いため、サイコパス性が高そうに見えるキャラクターです。しかし実際には患者や周囲のことをかなり気にかけていますし、共感もしています。なので共感能力はしっかりとあるんですよね。しかもその共感能力をしっかりと活かして先読みもできています。最後に氷のところへ向かう冒険を始める直前、いずれカリオが自分の命を投げ打ってでも家族を助けるであろうことまで読んでいました。だから先にナナちゃんへ薬の手配を頼んでいたんですね。なので共感能力は結構高いんですが、とはいえある意味ドライな行動とも言えますよね。なぜならこれから目の前にいる人が命を投げ捨てることを分かっていた上で、その足を先へ進めようとしているわけですから。なので先ほどの調和性と同じように温かさとドライさを両方バランスよく兼ね備えているのが白術という人間なのだと言えるでしょう。次にマキャベリアニズムです。目的のためなら手段を選ばない性質のこと。これは分かりやすく満点でしょう。自分の体を実験台にすることすら躊躇なくできてしまう考え方をしているので、方法は選んでいませんよね。またこの性質を判断する材料として優位に立ち回るためのクレバーさも含まれています。そういった性質を鑑みても白術は十分に高いと言えるでしょう。最後にナルシシズム、自分が大好きな性質です。これに関してはかなり低いんじゃないかと見ています。というのもこの数値が高いと自分のことを過大評価したり特別視する傾向が出てくるんですね。しかし白術は自分の評価に対してかなり謙遜的です。自分の持っている能力に陶酔している感じもなく、ただただ冷静に目的のために使用しています。また多くの場合白術のように自己犠牲を払っている人間はその状態に溺れてしまうことがあります。安っぽく言ってしまうと悲劇のヒロインのような立ち回りになってしまうんですよね。それは自分が特別な存在であると思っているから発生することなんですが、白術にはそういった点も見られません。かなり冷静になった上で自分の身を削っていることがわかります。なのでナルシシズムは低めと言えるでしょう。医者に最適な性格。サイコパス性が高いと外科医に向いているという話があります。サイコパス性は相手に共感しにくい性質なので、患者さんの体にメスを入れて切る行為をする外科医にとっては高いと有益と言えるんです。いちいちうわ痛そうって思いながら手術してたらやってらんないですからね。このように職業によって向き不向きのある性格は存在すると思います。こんなことを言うと、じゃあサイコパス性が低くて共感性が高い人間は医者に向かないのかなんて意見が出てきそうですが、そうではありません。そんな場合にはそんな場合に適した別のアプローチがあるんです。例えばサイコパス性が低くて共感能力が高い場合、相手の気持ちに寄り添って考えることのできるお医者さんになれるでしょう。これもすごくいいことですよね。患者側としては嬉しいと思います。でもこんな話を聞いたことはないですか？精神科医やカウンセラーさんは患者さんの話を聞いているうちにだんだん自分が病んでしまうと。そうなんです。お医者さんといっても超人ではありません。トレーニングされた普通より強いただの人間です。なので相手から影響はある程度受けてしまうんですよね。で、ここからは今までの情報を聞いた僕なりの仮説。お医者さんに向いている性格は大きく2種類あるんじゃないかと思っています。一つはサイコパス性が高くて親切なタイプ。もう一つがサイコパス性は低いけどメンタルが死ぬほど強いタイプ。一つずつ説明しましょう。最初に触れた例のようにサイコパス性が高いと外科医に向いていたりする傾向があります。これはおそらく別のジャンルのお医者さんでも言えることなんじゃないかと思うんですよね。やっぱりある程度患者さんの状態に引っ張られてしまうことはあると思います。1日に何十人も心身の調子が悪くなった人を相手にするのですから、毎回相手に感情移入していたら精神がクタクタになってしまうことは言うまでもありませんよね。なのである程度サイコパス性が高いことはお医者さんになる上で有利な特性だと思われます。しかしサイコパス性が高いということは相手の気持ちが分かりにくいということですよね。つまりお医者さんのような職業はあまり目指さなそうだったりもします。そういった場合には別の性格特性がフォローしていると考えられますね。例えば開放性です。より多くの手術をこなすことで優れた技術や高い知識を手に入れたいといった欲求があるからお医者さんをやるパターンが考えられるでしょう。他にも調和性が高い場合が考えられます。共感性は低いんだけれども優しさを持っているってことですね。いわゆるアルハイゼンタイプです。彼は共感能力が非常に低いのですが、きちんと自分の中で正しいことの方向性や社会的規範が分かっています。なのでスメールを助けるために正義の行動をしましたよね。彼が本当に独善的で利己主義であればそんな危険を冒す必要はありません。学院内で高い地位も約束されていますから、もっと危険を冒さずに彼の目指す悠々自適な生活を満喫する方法はいくらでもあったでしょう。
彼は他人の気持ちこそ分かりませんが、想像する優しさと知性を持っているんですね。そのように他の部分が共感性を補ってくれる場合が考えられるんです。なので改めてまとめると、サイコパス性が高いお医者さんというのは共感性が低く、その分調和性や開放性が高くて、その部分をカバーしているタイプと言えるんじゃないでしょうか。一方、共感性が高いお医者さんはどんなタイプか考えてみましょう。先ほども言った通り、共感性が高いと患者さんに引っ張られてしまい、自分も疲弊してしまいます。共感性が高い以上、そこは避けられないので、その場合に必要になるのがメンタルの強靭さです。言ってみれば防御力が高いみたいな感じ。原神で例えると勝利先生のバリアみたいなもんですね。ダメージ自体はヒットしているんですけど、カチカチすぎてノーダメージみたいな感じです。ちゃんと受け止めてあげるんだけど、それでは傷つくことがないくらい自分が強ければいいってニュアンス。もう一つ方法があるとしたら、レジリエンスと言われるものが求められるでしょう。レジリエンスとは、傷ついた後に復活する力を表す概念です。あなたの身の回りにも傷ついたんだけど立ち直りがめちゃくちゃ早い人と、いつまでも引きずってしまう人っていませんか？そのようにメンタルの強い弱いももちろんあるんですが、それとは別にそこから立ち直る速さみたいな概念があるんですね。それがレジリエンス。共感性が高い以上、相手の傷をこちらも負ってしまうことになります。なのでそれを超速で回復しながら戦い続けることが大切と言えるわけですね。原神で例えるなら、ココミのタンク戦法なんかがイメージにぴったりかも。ダメージをガンガン食らって傷つきはするんですけど、それより早く回復し続ければ避ける必要なんてないみたいな感じです。なので共感性が高い場合には、それによって負ってしまうダメージを凌駕する心の強靭さや回復力があると、お医者さんの適性が高いと言えるんじゃないでしょうか。ちなみにあくまで心理学好きのオタクが考えた仮説の一つですので、エンタメだと思って参考程度に聞いてください。ただあんまり大外しはしていないはずです。氷や先代たちと比較してみた。さて、前のコーナーでお伝えしたお医者さんに適した性格を踏まえた上で、白術と師匠たちとの違いを考えてみましょう。白術の性格をより明確に浮き彫りにできるはずです。師匠たちの詳細は語られていないので、一旦ここでは氷をモデルとして性格設定します。分析した氷の性格を白術と重ね合わせるとこんな感じ。似ている部分とかなり大きくずれている部分があることがわかりますよね。それぞれ見ていきましょう。まず似ている部分です。開放性と誠実性はかなり近いですよね。これに関しては長生と契約をするような非常に苦しい状況にあっても、それを全うして人助けをしていく姿勢に現れています。白術にしても先代にしても氷にしても共通しているので、この一脈が共通して持っている性質と言えるでしょう。次に違うポイントとして、神経症傾向、外交性、調和性、サイコパシーの4つがあります。まず調和性ですが、白術も師匠たちも自己犠牲を伴ってしまうほどに他人を助けたいという心は一致していると言えるでしょう。ただ師匠たちはかけねなしに自分を犠牲にして他人のためにとにかく優しく行動してしまうタイプに近いです。一方、白術はもう少し引いた目線から判断する冷静なメンタリティも持ち合わせています。そのため能力の使いどころをもう少し合理的に判断しているニュアンスが強いんですね。加えて白術は周りのことにそれほど動じません。師匠たちは苦しんでいる人がいたら自分も苦しくなってしまうような共感性の高さと、それによって揺さぶられてしまうメンタルの繊細さ、さらにそれを積極的に行おうという外交性の高さが加わっているんですね。言ってみれば積極的に自己犠牲を払ってしまうような優しすぎる性格をしているのが師匠たち。白術はもう少し能力を使う場所や相手、そして環境などを冷静に判断して使用している感じです。あと一つ大きく違うのがマキャベリアニズム。ここの違いがある意味師匠たちと白術の最も大きな違いと言えるので、次で解説していきましょう。運命に抗う野心家白術。穏やかで柔和な雰囲気に見える白術ですが、実はものすごい情熱的で野心家です。それは彼の行動や発言に現れています。目の前で困っている人がいたら助けずにはいられない、こういった発言がたびたびありますし、実際自己犠牲を伴う方法でそれを実現しているので、発言には芯が通っていると言えるでしょう。またこの面では白術と師匠たちは同じ道を歩んでいると言えます。しかし師匠たちと白術が最も大きく違う点は、白術の目標がもっと大きいところ。目の前で苦しむ人々は助けたい。しかしそれだけではより多くの人々を助けることができない。自分に与えられた能力とチャンスを生かしてもっとたくさんの人々を救いたい。そしてなんなら長生のことすら助けて犠牲を伴うような契約を自分の代で打ち切りにしたい。だからそのゴールである不老不死の方法も見つけてみせる。このように非常に強力で野心的な目標を胸に秘めているんですね。
自己犠牲という手法を取っておきながら絶対に死んでたまるかという覚悟を持っていると言えます。だからこそ彼は宿命という言葉に拒否感を示すんです。伝説任務だけでもたびたびその場面を目にすることができるので一度見てみましょう。まさか、氷までも同じ道を歩んでしまうとは。これが宿命なんだろうか。人を救うために自分を傷つけることも辞さない。人の力では起こせない奇跡のために、いかなる代償を払ってでも人間離れした力を追い求める。現時点で宿命という言葉を用いるのはいささか早すぎるのではありませんか。師匠たちの選択は確かに感銘を受けるものでした。しかし価値のある死を選んだ人たちは往々にして行くべきではなかった命です。これが私たち一脈の宿命なのかな。人を救う執念ゆえに短命で生死に逆らう奇跡に執着する。それはもう抜け出せないくらいに。宿命という言葉は医者の口から出るべきものではありませんよ。はい、かなりの回数繰り返していることがわかりますよね。宿命という言葉には多少なりとも諦めのニュアンスが含まれます。定められたことだから仕方ないのか、天が決めたことだから自分にはどうしようもない、そんな感じです。しかし白術はそれを良しとしません。宿命なんて言葉で片付けてちょっとした自己陶酔の中で諦めるなんてことは絶対したくないんです。宿命なんて決まってない、決めつけられてたまるか、絶対に方法はあるはず、それを見つけ出してみせる、そう自分の力で、そう考えているんですね。実はかなり熱い人なんですよ。温かい自己犠牲と冷静な計算と強力な野心の三つどもえ。よく二面性という言葉を使うと思いますが、白術に関しては三面性と言った方がいいかもしれません。彼には人を救いたいという優しさがあります。それこそ自分の身を犠牲にしてでもやり遂げるほどに強い気持ちです。ですが、それは危険な方法でもあります。あまりに自分の身を捧げすぎてしまうと破滅してしまうでしょう。だからこそ冷静に線引きするクレバーさが彼にはあります。きちんと利害を計算した上で自分に可能な範囲、無理のない範囲を考える理性があるんですね。しかしだからといって安全圏から一切乗り出さずに相手を助けることはしません。それほどまでに相手を助けたい気持ちが強いんですね。だからギリギリのところまで自分の身を削っていきます。でも冷静な頭は残っているから自分にできる策にはしっかりと手を回しておくんですね。この優しさと冷静な計算が常にせめぎ合っていて、その2つを下から支えているのがもっと大きなスケールで人々を助けたいという彼の野心です。なので温かい自己犠牲の精神と冷静な計算と強力な野心が三つどもえで絡み合っている人物、それが白術と言えるでしょう。まとめ、いかがだったでしょうか。本編中では似ていると語られる師匠たちと白術でしたが、実際には結構違うところが分かったんじゃないでしょうか。自分の身をギリギリまで削って他人を助けようとする優しさは共通で持っているものの、それをさらに乗り越えてもっとたくさんの人を助けてやろうという強力な優しさとも言えるような野心が彼と師匠たちを分けたと言えるでしょう。多面的な性格ゆえにつかみづらくミステリアスに見えることが多い人物ですが、少し中身が分かってくるとものすごい優しさを抱えていること、そしてそれを制御する冷静な知性を備えていること、さらにそれらを全部くくってしまうほど強くて温かい野心を備えていること、この多層的な構造が彼の魅力として僕たちの心を掴んでくるんじゃないでしょうか。この動画が白術の魅力を理解する手助けになれていたら幸いです。それでは今回の内容もあなたが原神を楽しむための一助として参考まで。